はいどうも、ヒューズの山根と、桐重です。今日の動画はね、一味違いますよね。はい、今回ははい。ギャラリーヒューズシーズン3のお知らせです。そうです。はい。もうギャラリーヒューズもね、シーズン3ですよ。3回目ですね。そうですね、早いですよね。早いですね。まあ、1回、2回と、まあ、アルチザンの部屋、アンドゥブルメッセージの部屋とね、続きましたが、今回は何ですか？今回は一味違います。ですね。今回ですね、ついにギャラリーヒューズにアート作品が並びます。アートです。洋服ではなくアートですね。はい。いよいよですね。ちょっとね、僕もね、すっごく楽しみにしてたんですけど、はい。まあ、アートといえばですよ、絵とかだと思うんですけど、違うんですよね。そうです。今回は人形です。まあ、人形という名の作品ですね。作品ですね。いやー、もう洋服じゃなくてもアート、そして人形ですか。そうなんですよ。もう今回全然違いますからね、今までのベースと。そうですね。まあ、そういうちょっとこうアートという名のね、作品が並ぶってことで、まあ、今回ギャラリーヒューズ、改め名前がね、ちょっとこう変わるんですね。そうですね。ちょっと正式名称も決まりましたということで、そうですね。まあ、お知らせでもあるんですが、ギャラリーヒューズ正式名称じゃなかったんだっていうね。そうです。実はカッコ仮でした。でしたね。はい。正式名称はギャルリアッシュです。ギャルリアッシュ。はい。かっこいいですね、なんか。結構響きいいですよね。いいですね。僕も好きなんですよ。語呂いいですね。ギャルリアッシュ。いいです。かっこいいですよね。まあ、これどういう意味なんですか？ですね、まあ、ギャラリーアッシュっていうのが、ギャラリーをフランス語で言うとギャルリなんですよね。で、アッシュが多分一番って感じとは思うんですけど、まあ、ヒューズの頭文字が H じゃないですか。その H をフランス語で読むとアッシュって言うんですよね。ああ、なるほどですね。なんで、ギャラリー H をフランス語読みしてギャルリーアッシュですね。じゃあ、フランスなんですね。はい、そうです。まあでもこの辺はまた話しますか？そうですね。これについてはまた別の動画で詳しく話せればなと思ってるので。今後のギャラリーのね、流れとかね、ギャルリーアッシュの流れとか、今後どうしたいとかね、そういうのもあるんで、名前含めね、またもう一本動画撮れそうなんで、それはそれでもう置いていきましょう、じゃあ。はい。シーズン3、何が始まるんですか？8月9日の金曜日からですね、絹田正幸個展が始まります。いいですね。いやー、いよいよ。いよいよです。もう絹田正幸さんの個展ですね。そうです。まあ英語で言うと、正幸絹田ソロエキシビジョンですね。いいですね、響き。どっちでもいいんですけど。まあね、造形作家の絹田正幸さんの、まあここにある人形がですね、展示、そして販売がね、されるということで、いや楽しみですね。そうですね。今回見るだけじゃなくて買えるっていうのも。そうですね。見て買えますし、でもそれもそもそもね、藤重さん、これの絹田さんの作品というか並ぶっていうところで、すごい楽しみにしてましたよね。そうですね。まあ僕以前から絹田さん知ってたんですけど、まあというのもこうヒューズで関わりのあるブランドと絹田さんの作品が少し関係あるとかないとかっていうのもあって、まあそこでちょっと知ってたんですけど、すごい楽しみでしたよ。いやね、実物見るのも楽しみで出ましたもんね。いや、そうなんですよ。やっぱすごいなと思ってます。で、まあ実際に届いたらね、まあすごかったんですけど、まあ皆さんね、まだね、こう、絹田正幸さんの名前をですね、あんまりこう聞いたことない人がね、いると思うんですけど、まあ今回は、まあ絹田正幸さんがどんな方か、そして絹田さんが作るこの作品が、まあね、どんな感じかっていうのをですね、まあ簡単にね、ご紹介したいなと思います。そうですね。まあ簡単に説明しようと思うんですけど、まあ絹田さんの作品っていうのは、こう一針一針ですね、洋服で使われるような布だったりとかボタンを用いて、こう人形をすべてフルハンドで作ってるっていうのが特徴です。じゃあもう絹田さんが手作りで、こうやって一針一針本当にやって、丁寧に作ってるんです。時間かけて作ったわけですね。そうです。で、さらにこう動物をモチーフにした人形っていうのが特徴ですよね。そうですね。まあこれまでね、何度かこう個展も僕も過去にやってみましたけど、全部ね、動物をモチーフにしてました。そうなんですよ。かなりリアルな佇まいというか、そうですね。本物に近いような動物っていうのが、そうですね。表情だったりとか、まあ形のね、なんていうんですか、こう微妙な曲線だったりとか、そうなんですよね。すごいリアルですよね。動きが伝わってくる作りですよね。まあ僕ね、まあ今回この個展が開催されるにあたってですね、絹田さんがこう作品を作っている制作工程の動画見たんですけど、めちゃくちゃこだわってましたね。そうですね。まあこの作品がどうやってできるのかって気になると思うんですけど、まあこの作品のこう作る時のベースって布地なんですよね。でその布地を固めたものをベースにこう布を削いだりとかつけたりとかして作ってるんですけど、まあこうただのこう人形を縫うっていうよりは、こうなんか彫刻のように作り込まれてるんですよね。なるほど。まあそれもあって、本当こう
造形作家っていう表現がぴったりじゃないですかね。まあわかりますね。もう本当にそういうこう作家さん、まあ、彫刻のようなって言いましたけど、なんていうんですか、こう猫の顔の向きとか、足の向きとかもめちゃくちゃこだわってましたもんね。そうなんですよね。もうミリ単位で動かしたし、それをこう動かしたからこそのこの表情だったり佇まい、細かい動きだったりするんですよ。いや唯一無二ですよ。でしかもまあさっきね布を固めてって言いましたけど、やっぱりこうぬいぐるみ、一般的なぬいぐるみってこう綿を詰めて作るんで、まあいわゆるこうなんていうんですか、柔らかくて硬いみたいな、ですけど、このね作品違うんですよ。そうですね。実際に持ってもらったら分かるんですけど、結構ずっしりそうなんですよね。するんですよ。こう重量感がある。まあその重量感が僕ね思うんですけど、この動物の佇まいのこのなんていうんですか、質感だったりとか。そうですね。この重さがやっぱりリアル感を増すというか、肉感と言いますか、その辺の躍動感と言いますか、がね出てるのかなって思いますね。そうですね。なんでこれまだ持ったら皆さんびっくりすると思いますよ。ここはもう本当に実際に見てもらうとすごく分かることは思うんですけど、リアルにね見るからこそのですね。でまあ日向さんがね作る作品の中でも代表的なモチーフっていうのがこの猫ですね。猫です。猫ですよ。いやまあここにね並んでいるんですけど、本当さっきも言ったように表情だったりとか、なんていうんですか、こう猫ならではのこう動きを一瞬をこう切り取った感じ。僕まあ猫飼ってるんでわかるんですけど、僕たち飼ってますもんね。そうです。マジでこういう猫の動きするんですよ。そうですね。その怒ってる時の猫、これ多分怒ってる時なんですけど、シャーって言ってる時、こう背中の丸みとか、そうですね。耳が立ってる具合とか。わかります。でまあここにねちょっとこう座ってる猫もあるんですけど、だから僕猫に「お前今日猫っぽいな」って言いますもんね。じゃあもうこれ見ても言えるんですか、猫っぽいって。猫に猫っぽいめちゃくちゃね言うんですけど、もうなんか本当にこう喋りかけたくなるような感じの表情だったりとか雰囲気がありますね。そうですね。なんでもうその本当にこう動物を細かく観察して動きを忠実に再現してるんだなっていうのがこの作品を見て伝わってきますよね。そうですね。でそんな絹田さんの作品なんですが、今回のギャルリーアッシュでは絹田さんの新作が並びます。このシーズン3で、この個展で初お披露目っていうのがあるんですか？そうです。初お披露目になってますね。いやすごいですね。まあ大体20体前後ぐらい並ぶんですけど、まあ新作がですねドンと。いや楽しみですね。勢ぞろいするってことですよね。そうですね。まあちょっとね後ろにもね、飾ってあるんですけど、まあカラスだったりとかね、あとチンパンジーがあるんですけど、この辺がもう20体。そうですよ。もうかなり存在感あると思いますよ。いや楽しみですね。その空間も楽しみですしね。で絹田さんの最新作については、また後日ですね YouTube で詳しく説明しようと思うので、まあ楽しみにしていてくださいって感じですね。楽しみにしててください本当に。いやなのでまあ今回ね20体並ぶと言いましたけど、まあもちろん全部一点物なので、そうですね。作品ですから。いやそこもね本当にこの一点物ならではのですね、感じをねぜひね見てもらいたいですね。貴重ですよ。そうですね。でまああとはまあ今回ねこのギャルリーアッシュでなぜこう絹田さんのこの個展を開催するかっていうことですよね。まあなんでこうヒューズが絹田さんの作品を扱いたいかってそうですよ、洋服屋のですよね。僕らが。まあでも僕たちが扱ってる洋服って結構絹田さんの作品に近いところがあるというか、ヒューズで扱ってるね。そうですね。そうですね。まあなんでこう一点一点ハンドメイドで作ってるものもありますし、なんでこう洋服でそれを表現してるか人形で表現してるかの違いであって、まあ絹田さんの場合は人形だったみたいな、そういう感じだと思うので、まあ洋服か人形かの違いですよね。まあそうですね。まあ僕らがこう扱ってる洋服って、まあ洋服という形っていうか洋服という概念をね形にしたまあ作品のようなもんですからね。まあそうですね。まあさっきも言ったようにこうデザイナーが一人でね1から10まで全部やってるまあ洋服だったりとか、まああとはこうヴィンテージの生地をこう解体して再構築したりとか、まあ本当にこう手織りの生地を使ったねもので洋服を作ったりとかするんですけど、まあ本当にこう着るっていうことをまあこうなんていうんですか飛び越えた、そういうものが多いですからね。そうですね。もう洋服の概念としてでは収まらないようなものっていうのがありますからね。そういう意味でもこうねヒューズにある洋服は作品に近い。で絹田さんがね作るものもですよ。やっぱりこう絹田さんのこの作ってるこうなんていうんですか、まあ時間だったりとか、こう考えだったりとか概念とかを具現化したものがこの動物の人形だったっていうことで、そうですね。作品です。
藤重さんもどうですか？いや、僕も自分の生活スペースに置きたいですもんね。そうですね。もうパーソナルなスペースに。どこに置きますか？僕が置くとしたら、まあ、本棚か、パソコン周りか。もう目に見えるところにですね。いいじゃないですか。常に見ていたいっていう。そうですね。僕もなんかこうテレビの横とかにね、置いときたいです。QOL 上がりますよ、多分。そうですよね。この自分のこう生活空間、そして視界の中に木のその作品が置いてあることっていうのがですね、いいじゃないですか。そうですね。空間を作るといった感じで気分が上がりそうですね。上がりますよ。いや、もう本当にね、そういうもう作品たちですよ。で、今回ですね、そんな絹田さんの作品を展示できるっていうのは本当にすごいことなんですけど、すごいですよ。今回ですね、協力していただいたところがあるんですよね。それが東京を拠点に活動するギャルリーアーです。ギャルリーアーっていう名前も多分初めて聞く方多いと思うので説明しようと思うんですが、ギャルリーアーはですね、日本を拠点に活動するこう職人さんたちの、技術だったりとか、こうものづくりに対する背景とかもですね、そういうのをまとめて展示している東京のギャラリーになりますね。なるほど。作品も展示しながら、その作られる背景とか職人技術っていうのを世に広めるっていうことをしてるんですね。なんでこう絹田さんのですね、こう作品作りの動画とかも実際公式ページで見れるんですけど、そこにはこう概要欄にリンクを貼っておこうと思うんで、ぜひ見ていただければと思います。ギャラリーアーのことも含めてですね。そうですそうです。そこで見れるので。でそのギャラリーアーのですね、キュレーターのね、秋吉信彦氏がですね、ギャラリーアッシュで開かれる個展のね、8月9日10日の2日間ですかね、在廊することが決まりましたので、その日ね、ぜひ皆さんね、来てもらいたいですね。そうですね。もう作品について詳しく聞くチャンスだと思うので。そうです。なのでこの2日間はですね、本当にこうより深くアートに触れれる機会です。そうですね。僕たちも実際いろいろ聞きたいことありますね。そうですね。なのでもうぜひね、皆さんお待ちしてますね。で今回ね、あとはもう最後になっちゃいましたけど、楽しみですね。楽しみですよ。やっぱり僕たちは間近でも作品を見てるんで、実際にこうギャラリーとして並べた時にどういう雰囲気になるのかっていうのも楽しみですし、あとは皆さんこう来られた時のですね、触れたその第一印象といいますか、確かに反応も正直楽しみなところありますよね。そうですよね。このね、絹田さんの作品を見た時のインパクト、めちゃくちゃねあると思うんで、ぜひそちらのね方も楽しみにしておいてもらいたいですし、あとはあとボリューム2としてですね、作品について後日ご紹介するので、そちらもですね楽しみにしてもらいたいですね。そうですね。いつぐらいにあれですか？そうですね。だいたい来週ぐらいにはご紹介できたらなと思ってます。楽しみにしてもらいたいですね。という感じでですね、本格始動するギャラリーヒューズ。ギャラリーア。違いますね。ギャラリー。ギャラリーアじゃない。これ間違えちゃいけない。もうあえてギャラリーちょっと混ざるんですよね。ということで、本格的にですね、今回からギャラリーヒューズ改め、ギャラリーアッシュがですね、始動し始めるわけです。ギャラリーアッシュあれということで、ギャラリーヒューズ、仮、改め、ギャラリーアッシュがですね、本格的に始まったということで、8月9日から絹田正幸個展が開催されるわけなんですが、最初にも説明した通り、今回ですね、開催される絹田さんの個展では、全てが新作になってます。楽しみですね。すごい楽しみですよね。ぜひね、皆さん、実物をですね、実際本当見て触れてもらいたいので、もうお待ちしてますね。待ってます。待ってます。今回の動画はですね、これぐらいにしておきましょうか。そうですね。なんかね、ご質問などありましたらですね、お気軽に何度もお待ちしてますので、ぜひね、あとは高評価、チャンネル登録、まだまだよろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。またね。ギャラリーヒューズ改めギャルリーアッシュ。ギャラリーヒューズ仮ギャラリーアッシュギャラリーヒューズ改め。アッシュになってしまう。ギャラリーアッシュ改め。違う。ギャラリーヒューズ